はい、今回のテーマは今ご覧いただいたアフリカンシクリッド、ネオランプロローグスメリアグリス、こちらのお魚の生息地をイメージした水槽作りをテーマにやっていこうと思います。はい、それではレイアウトを作る前にこのお魚と生息地に関して解説していこうと思います。まずこのお魚はですね、アフリカのタンガニカ湖と呼ばれる湖に生息する最大6センチほどの小型のシクリッドです。で、巻き貝にね縄張りを作る特徴があって、こういった貝ですね、シェルブルーダーと呼ばれています。生息地であるタンガニカ湖は特殊な湖で、もともと海だった地域、これが陸になる過程でできた湖だそうで、長年をかけて淡水化したため、海水魚のような色鮮やかな魚や得意な生態を持った魚が多く生息しています。世界で2番目に大きな湖で、琵琶湖の約50倍の広さ、水量はね700倍にもなる非常にね大きな湖です。水の pH が高いことも特徴で、7.5 から 8.9 というね結構アルカリ性に傾いているという水質です。水の pH が高いことで貝殻が溶けにくくなって、湖底にはね砂や岩と一緒に多数の巻き貝の殻がね散らばっているということです。シェルブルーダーのシクリッドたちはそういった、ね、巻き貝をシェルターとして利用して生活しているという感じです。今回のレイアウトではこの巻き貝を使ったレイアウトを作っていこうという感じです。はい、それではね今回使う機材を簡単に紹介していきます。まず水槽は30センチのキューブ水槽ですね。今回ね収容するのはこちらのワンペアだけなので、この水槽で十分飼育できるかと思います。もしね稚魚が生まれたりとか産卵したりとかそういうことになっても30キューブあればね十分みんな飼育できるかと思います。でライトはですね、どんなものでも大丈夫です。水草をがっつり育てるわけじゃないので、別に中が見えればそれでいいかなという感じです。ここは千尋図の LED を置いてます。で、砂ですね。定砂はこちら、水作というメーカーの川砂 2.4 キロ。これで均一に1センチから 1.5 センチぐらいは敷けるかと思います。でこの砂だけだとね、ちょっと自然感が欠けてしまうので、ちょっとね、自然感を出すために粒の大きさが違う川砂、川砂利を用意しています。であとメインのね、岩ですね。これ、竜王石を使っていきます。特に意識しているのは竜王石でもあんまりこう表面が細かくないような普通の石っぽいような感じのものをあえてチョイスしています。これが、ね、タンガニカ湖のある石っぽい感じの雰囲気になります。で、フィルターですね。フィルターも簡単なちっちゃいフィルターです。水中フィルターで水作のスペースパワーフィットというやつですね。これをね、左か右かの角につけるという感じです。で、メインの貝ですね。これがちょっとなかなかちょっと入手が難しいかもしれないんですけれども、この大きな貝は今回は使わないんですけど、もしね大きいシェルブルーダーを飼育する場合は、これぐらいのサイズ感の貝がいいと思います。これね漁協の方からねちょっといただきました。ちょっと大きい貝ですね。日本の貝です。で今回、メインに使って、この子たちも入りやすいだろうなという貝がこちらですね。もうちっちゃい貝はねアフリカマイマイっていうねアフリカのカタツムリの貝です。結構ね沈みやすくて、これは比較的まだ入手がしやすい貝です。通販とかでねヤドカリ専門店とかあと手芸屋さんとかで売ってたりします。こういった貝がね今回お家になるという感じですね。で、貝とね石と砂利だけだとねちょっと見た目が殺風景になってしまうので、ちょっと少量なんですけど、水草ですね、現地にもね生えているバリスネリアの仲間とか、あと金魚モとかの仲間をちょっとチョイスして入れてます。あとね現地のこの子たちが生息している場所にはさほど水草は生えてないので、どっちかっていうとねもう砂利と岩と貝殻だけみたいな感じなんですけれども、ちょっとね色味的に緑も欲しいなっていうので水草を使っていこうと思います。はい、それではレイアウトを作っていこうと思います。まずね、砂、定砂を入れていきますね。もう一袋全部入れてしまいます。少しね、後ろに向かって勾配をつけるといいかなと思います。で次に石ですね。もうざっくり並べるだけで大丈夫です。はい、次にフィルターを先に設置してしまいます。今回は、右後ろにね、設置しますね。吸盤で角に固定できるので、砂につかない程度に設置します。で次に巻き貝ですね。今回使うのはね、ヤツシロガイっていうこういうちょっと大きい日本のね、海にいている貝。これを適当にあんまりねこうレイアウトっぽくやってしまうと作為的になってしまうので、なんか開口が上に向いたりする程度でいいと思います。
今入れているのが、アフリカマイマイですね。これも全部ね上に向けちゃうとなんかちょっと作ったっぽい感じになってしまうので、多少ひっくり返したりとかしてもいいかもしれないですね。はい、次に全体のバランスを見ながら、大きめの砂利をちょっと入れていきますね。もう上からねかける感じで大丈夫です。次に小さい石ですね。はい、これでね仮置きが終わったので水を入れていきます。で水を入れる前にですね、先にちょっと貝の中に水を入れた方がいいです。貝殻の中にね空気が残っていて、それがね、残っていることで上に水張った時に浮いてしまったりするんで、できる範囲で大丈夫なんで貝殻に先に水を入れちゃいましょう。はい、それでは水を入れていきます。はい、それでは注水が終わりましたので水草を植栽していきます。今回使用する草はねバリスネリアであったりとか、あと、ラガロシフォンマヨールという水草をね植えていきます。どちらもねアフリカにも分布していて、タンガニカ湖にもね同じような仲間が生えているんですが、現地と全く同じ種類はなかなかね流通していないので、似ている水草で代用するような感じですね。一応現地ではね松モの仲間とかイバラモの仲間とか、いくつか水草も生えていて、通常その水草って弱酸性の軟水が好きなものがほとんどなんですけど、アルカリ性でもこういった丈夫な植物とか、そういう水質が好きという種類もね中にはあったりして、そういったものが生育しているようですね。今植えている水草がラガロシフォンマヨールという水草ですね。アフリカに産する水草で金魚モにね似た感じですが、若干ちっちゃいような葉っぱをしてます。たまにね、ホームセンターなんかでも見かけるちょっと珍しい水草になってきますね。で緑だけだとちょっと味気ないんで、ちょっと赤っぽくなる水草。バリスネリアのリトルヤバクリークと呼ばれるオーストラリアのバリスネリアですね。アフリカでもね、結構赤みが出るようなバリスネリアも生えていたりするようなんですが、なかなかね、流通しないので、ちょっとこういったもので代用していきます。はい、植栽が終わりました。それでは水も落ち着いたので、魚を離していきます。はい、今回はネオランプロローグスのメレアグリスという種類を導入していきました。ネオランプロローグスの仲間には他にもね何種類かこういうふうにシェルブルーダーといって巻き貝を生活の場にする魚がいて、有名どころでいうとネオランプロローグスのオケラータスであったりとか、ネオランプロローグスのシミリスという種類が同様に巻き貝に生息するタイプのシェルブルーダーになっています。このネオランプロローグス以外でいうとアルトランプロローグスなんかもね巻き貝に生息するシクリドとして知られています。どの種類もね、タンガニカ湖に生息していて、同様の環境で飼育ができます。サイズがね、結構大きくなる種類も中にはいたりするので、そういった場合はね、巻き貝はなるべく大きいものを入れるようにして、ワンペアだとね、貝はもう2個から3個あれば十分かなと思います。基本的にワンペアに対して、貝をね、2個ほど用意してあげるといいかなという感じです。複数ペアをね、飼育する場合には、貝はそのペアの数プラス1ぐらいを、イメージで入れてあげればいいと思います。水質の維持に関してですが、このシェルブルーダのシクリードたちはアルカリ性の水質を好みます。今回ね、使用している成化石という石がペーハーと硬度を上げる性質がある石で、水道水にね入れるだけで弱アルカリ性の水質に変えてくれます。この石がね入っている限りはね、そこまでペーハーが下がることはないので、この岩と砂利を使う分には、基本的にアルカリ性が維持できると思ってください。
ソイルなんかをね使用するとちょっとpHが下がってしまったりして、本来生息している水質からずれてしまうんですが、多少のね、酸性であってもこの魚は十分飼育ができます。ただしね、あまりにも酸性に傾きすぎてしまったり、なかなかねその pH が上がらないという状態だとペアの発色が上がらなかったり繁殖に至りづらくなってしまうので、やはりできたらアルカリ性で飼育してあげた方がいいでしょう。いかがでしたでしょうか。今回はシェルブルーダーのタンガニカ湖に生息するシクリッドの飼育する水槽を、現地をね、元に作っていきました。今後も楽しくためになる動画作りを心がけてまいりますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。